にゃにゃみちゃんのお箸。猫のにゃにゃみちゃんは4歳になる女の子です。にゃにゃみちゃんは知りたいことがたくさんあって、毎日ママにあれは何?これはどうして?と質問ばかりしているのです。にゃにゃみちゃんのママはにゃにゃみちゃんに聞かれたことは何でも答えてくれる、とっても物知りなママなのです。そんなにゃにゃみちゃんだけど困ったことが一つ。それはどうしてかお食事の時にお箸を使うことができないのです。にゃにゃみちゃんが言うにはできないのではなくしたくないだけらしいのですが、でもお友達はみんなお箸でご飯を食べます。このままでは小学校に上がったらみんなから笑われてしまうとママはとっても心配していました。にゃにゃみ、ちゃんとお箸を使ってご飯を食べなさい。何度もにゃにゃみちゃんにそう言うのですが、今日もやっぱりフォークでご飯を食べています。ラーメンでさえフォークで食べるのですからどうしようもありません。パパからは箸を使わないならフォークを使うのもダメだと言われてしまいますが、それでもにゃにゃみちゃんはお箸を使って食べません。そんなある日、ママと2人でお出かけをしていた時、にゃにゃみちゃんの目に大きなカップ麺が飛び込んできました。それは誰も食べたことがないほどの大きな大きなカップ麺です。にゃにゃみちゃんは大好きなカップ麺があることに驚きましたが、それ以上に見たこともないほどの大きなカップ麺にも驚きました。ママ、あれは何?そう言われてにゃにゃみちゃんが指さす先を見たママは当たり前のように言いました。煙突。煙突とは言われても湯気が出ているカップ麺にしか見えないのです。これはきっと本当のことを言ったらにゃにゃみちゃんが欲しがると思ってママが嘘をついているのだろうとにゃにゃみちゃんは思いました。違うよ、あれはカップ麺だよ。真面目にカップ麺だと言い張るにゃにゃみちゃんにママは驚きました。でも確かにそう勘違いするのもわかります。なぜなら煙突はカップ麺を作る工場の煙突でカップ麺から湯気が出ているように見えているのですから。そこでママは楽しいことを思いつきました。そう、本当はカップ麺よ。誰が食べるの?あんなに大きなカップ麺一人じゃ食べきれないよ。あれはね、怪獣が食べるのよ。怪獣?でもお箸がないよ。にゃにゃみちゃんと同じフォークで食べるの?いいえ、フォークなんて使わないのよ。電信柱が怪獣さんのお箸になるから。え、そうなの?にゃにゃみちゃんは何とかして怪獣に会いたいと思いました。けれどママは、怪獣さんは夜中に来るのよ。みんなが寝てからね。そうじゃないとみんなを踏みつぶしてしまうでしょ。言われてみればその通り。だって怪獣はとっても大きいのですから、みんながいたら簡単に踏みつぶしてしまうでしょう。ということはどんなに会いたくても会えないということなのかとにゃにゃみちゃんはがっかりしてしまいました。ところがその夜、なんとにゃにゃみちゃんの願いが叶うことになったのです。それはにゃにゃみちゃんが見た夢の中でした。夢の世界に怪獣さんがやってきてくれたのです。そしてカップ麺の煙突の周りにあった電柱を2本引き抜くと、
湯気のたっぷり出ているカップ麺を手に取り、おいしそうに食べ始めたのです。にゃにゃみちゃんは嬉しくなって怪獣さんに近寄りました。そして少しだけ味見がしたくなったにゃにゃみちゃんは怪獣さんに言いました。怪獣さん、一口だけくださいな。怪獣さんは動かしていた電柱の箸を止めると、にゃにゃみちゃんにどうぞとカップ麺を差し出しました。けれど電柱で食べることもできず困っていたら、なんといつも使っているフォークを握りしめていることに気がついたのです。だからそのフォークでカップ麺を食べようとしました。その途端、怪獣さんが大笑いを始めたのです。なんだ、カップ麺をフォークで食べようっていうのか？だってフォークの方が簡単に食べれるでしょ？みっともないなあ。ラーメンを箸で食べないなんて本当にみっともないよ。まるで赤ちゃんみたいだ。散々笑われた上に、箸を使いもしない子にはカップ麺を分けてあげないよ。と言うと、ずしずしと歩いて行ってしまいました。どんなに待ってと叫んでも、怪獣さんは止まってはくれませんでした。にゃにゃみちゃんは悔しくて悔しくて、たくさん泣いてしまいました。お箸を使わないことでこんなに悔しい思いをするなんて思ってもみなかったにゃにゃみちゃんは、絶対にお箸を使えるようになって怪獣さんのカップ麺を食べてやると思いました。翌朝目を覚ますと、にゃにゃみちゃんはお布団の中にいました。すぐに洋服に着替えると台所へと急ぎました。そして元気におはようと言うと、用意されていたご飯を食べようとしました。けれどそこにあるのはいつものフォークだけです。にゃにゃみちゃんはママにお箸をちょうだいと言いました。言われたママはびっくりしていましたが、やっとお箸を使う気になったのかと嬉しく思いました。そして言われた通りお箸を出してあげると、ママやパパが使っているようにお箸を持ち、ぎこちない手つきでご飯を食べ始めました。慣れないお箸はにゃにゃみちゃんの口にご飯を運ぶことは難しかったのですが、それでもにゃにゃみちゃんは頑張って何日も何日もかけてお箸で食べられるようになりました。こうしてお箸でお豆でさえもつかめるようになったにゃにゃみちゃんの夢に、また怪獣さんが現れました。この間と同じようにカップ麺を電柱の箸で食べようとしていました。にゃにゃみちゃんが味見をさせてと言うと、怪獣さんはお箸が使えないと無理だねとこの間と同じようにバカにしてきましたが、今度は自分のお箸を取り出し、にっこりと笑って言いました。大丈夫よ、もうお箸で食べられるんだから。怪獣はびっくりしていましたが、にゃにゃみちゃんににっこりと笑いかけるとカップ麺を分けてくれました。それは大きなカップ麺でしたが、にゃにゃみちゃんはカップ麺の縁によじ登ると、上手にお箸を使って中のラーメンを食べ始めました。そのおいしかったこと、やっぱりフォークで食べるよりお箸で食べた方がおいしいね。にゃにゃみちゃんは怪獣さんにそう言うと嬉しそうに笑いました。